アイランド長谷川と申します。こちらの動画では、弊社が開発しているマルチビューアーソフトウェア、フレックスビューアーのご紹介をさせていただきます。まずですね、フレックスビューアーの操作方法になりますが、Web ブラウザーを使用した WebGUI で設定が可能になっております。こちらの画面がサンプルの設定画面になるのですけれども、今こちらの設定ですと16チャンネルの入力の監視が行えるようになっております。こちらの画面で緑の赤い丸があるかと思うんですけれども、正常な場合にはこの緑丸になって異常が発生すると赤丸に切り替わります。そちらの映像画面がこちらのディスプレイの方に表示されております。はい、続きまして、WebGUI の設定画面の操作方法について少しご説明させていただきます。WebGUI の画面ではまずチャンネルの監視をするチャンネルの数を選択していただきます。チャンネル数の変更はこちらのマイナスとプラスボタンを押していただくことで任意の数に変更が可能です。まずは1チャンネルで設定方法をご説明させていただきます。対象の画面を選択すると、そのチャンネルの設定画面に切り替わります。設定画面では入力するインターフェースの選択を行います。IP、ASI、SDI といったものが選択可能です。また入力を使わないときはですね、例えば写真を出したりだとか、クロック、時刻を出したりとか表示することも可能です。IP の設定の場合によってはその下に設定が出ていまして、こちらでですね、マルチキャストまたはユニキャストでも構いませんが、入力する IP アドレスの設定を行います。同様にポート番号も設定をいたします。サービス ID、こちらに関しましては、入力するソースの TS が複数のサービスが存在する TS、FPTS の場合、対象のサービス ID を設定していただくと、そのサービス ID の、ビデオの監視を行います。0の場合は自動となりまして、その TS の一番先頭のサービスの監視を行います。はい、フレックスビューアーではアラームの設定も行います。アラームの検知できるアラームに関しては、黒み、あとフリーズ、また音声の無音とですね、敷地以上の音量が発生した時の検知になります。またオプションで、TS の監視、TR101、290ベースの例えば コンティニティカウンターエラーとか PCR エラー、そういったものが発生した時に検知をする、そちらのオプションもございます。こちらは黒みとフリーズと音声の設定画面になります。黒み、音声、フリーズですね、それぞれ敷地がございまして、時間および、黒みの精度の、検知の精度の敷地がございます。時間におきまして、こちらの例で言いますと、黒みが1秒以上、発生した場合に、アラームを上げるという設定になります。というように、フリーズですとか、音声、オーディオの設定も行います。この状態で実際にスタートしてみます。はい、この状態で今入力している信号を止めてみたいと思います。はい、入力の信号が止まった場合とかですね、黒みですとか、フリーズ音声の、アラームが上がった場合、そういった場合には、この赤色であるとか、黄色だとかですね、任意の形で、そのチャンネルがエラーがあることを表示するように設定が可能になっております。またアラームに関して、ログの方でも、同様に出力をされます。WebGUI の方ではこのような形で、エレメンタリーストリームビットレート率ヌルという形で、入力がありませんというアラームが上がっております。こちらのログはダウンロードしてテキストファイルとして保存することも可能です。
設定したコンフィグレーション、設定内容ですね。設定内容に関しては保存と、読み出しができるようになっております。こちらを使うことによって監視の内容を、シームレスに交換することが可能でございます。また、現在監視をしている、内容、この音に関しましては、WebGUI のこちらの、スピーカーのマーク、こちらを押していただくことで、対象の、チャンネルの音声を、ディスプレイの方から流すことが可能です。はい、フレックスビューアーの説明につきまして以上となります。ご清聴ありがとうございました。